こんにちは、ゆうかです。今回はこの愛車の軽バンで24時間生活してみたいと思います。いつも私の動画を見てくれてる方はご存知だと思うんですけど、この軽バンめちゃくちゃカスタムしてるんですよ。ベッドとかキッチンとかエアコンもついてて、よくコメントで住めるじゃんって言われるんですけど、確かに住めるんですよね。でもただ24時間生活するだけじゃちょっと生ぬるいかなって思ったので、今回は自分で自分にルールを作ってみました。まず丸1、使えるお金は走行距離 ×50 円。そして丸2、車の外を歩いている歩数は走行距離 ×10 歩。だから例えばコンビニで1000円のもの買いたいなってなったら20キロ走らないといけないんですよ。多分結構厳しい企画になると思うんですけど、愛車のパパクリッパと一緒に挑戦してみたいと思います。それじゃあキーを抜くまで気を抜かずに出発進行。あ、そうそう、時間見せ忘れてましたね。今の時間が14時55分なので、明日の14時55分に終了です。今は地元の掛川にいるんですよ。この間三重県に行った帰りに掛川に車を止めてて、今日は掛川スタートです。もうこの辺は道全部知ってるからナビも必要なくて楽ちんですね。今日は珍しくナビ入れてないんだよね。今回のこの24時間車生活はただの遊びじゃなくて、実は訓練なんですよ。なんか家とか追い出されてもうどこも行くところなくて車で過ごさないといけないとか、そういう時が来るかもしれないじゃないですか。なのでそんな時に備えて今日はガチでやっていきますよ。車中泊しながら何日か過ごすとかをやったことあるんですけど、多分車から出ちゃいけないっていうのが一番きついですよね。車のここの下のところにメーターが出るんですけど、ゼロにセットしたんですよ。で今は 2.3 キロ走りました。1キロ50円なので2キロだとだいたい100円ぐらいですね。よし、このままお金貯めていくぞ。でも歩数が走行距離 ×10 歩なので、トイレ行きたい時とか、私トイレ行かないんですけどとか、お風呂に入りたい時とか結構歩数が足りなくなっちゃいそうで怖いですよね。だから歩数も貯めないとな。大きいお店とかあんま行かないようにしよう。あとはお金を節約する方法を考えないといけないですよね。なんかいい方法ないかな。あの手があるじゃん。うちの実家でお父さんが農家やってるんですよ。だから実家に行けば無料で野菜がもらえるっていうこと。ちょっと無料野菜狙いで行ってみようかな。ありがとう。こんな用意してくれたの。ありがとう。ゆうか、まあいつも通り。お父さんは最近何してるの？畑？野菜結構売れてるの？売れない？今度畑も手伝うね、収穫。じゃあバイバイ、ありがとうね。なんね、ありがとうお父さん、野菜また来るね。なんか困ったことあったらゆうかに言ってね。野菜のことでも売れないとか何でも手伝うからさ、何でも言ってね。じゃあね。今実家に帰ってお父さんから野菜をたくさんもらってきました。まずこの袋に入ってるのが玉ねぎが大量にあります。あとはほうれん草、そしてこの袋が多分レタスかな。多分レタスって言ってた気がします。いや助かる、ありがたい。これで夜ご飯は野菜スープとか作ってしのげそうです。ちなみに今のメーターが32キロなんですけど、32キロっていうことはだいたい1500円ぐらい使えますね。結構使える。この後一回ドライブスルーとか行って自分にご褒美買うのもありだな。
正確なメーターは 32.9 キロなんですけど、金額で言ったら1645円で、歩数だと329歩ですね。今どっちかって言ったらお金よりも歩数の方があるから、なんかちっちゃい安いお店とか行けたらいいな。業務スーパーとかそういうとこを目指して行ってみようかな。よし、ということで行きましょう。結構日が暗くなってきた。今はマックのドライブスルーに向かってます。掛川だとスタバも一応あるんですけど、スタバはちょっと高いかなと思って今回はマックにしました。やっぱドライブスルーは助かりますね。この企画だと歩数を節約できるからめっちゃお得に行けます。あ、そっか、これマイクで言うのか。やばい、緊張してきた。ちょっと練習しよう。ポテトの S 一つとマックシェイクの S。 よし、これでいこう。あ、こんにちは。こんばんこんは。ばんは。ご注文お伺いします。マック、あ、間違えた。ポテトの S とはい。マックシェイクの S。 はい。そして塩キャラメルパイなどもおすすめですが、いかがですか？あ、塩キャラメルパイですか。あ、はい。はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあお客様のお会計は180円です。お車気をつけて前にお進みください。やばい、営業されて断れなくて買っちゃったよ。想定外。塩キャラメルアーモンドパイ、営業されて推しに弱すぎて買っちゃいました。どうせならチョコの方が良かったな。ドライブスルーちょっと危ないな。こうやって営業されたら私どんどんお金使っちゃいそう。営業の味がする。この後の作戦は歩数とお金を稼ぐために高速道路に乗っちゃいたいと思います。ちゃんとした行き先は決めてないけど、一応東京方面に行こうかな。あとはドライブスルーには絶対寄らないこと。この2つを目標に頑張りたいと思います。それじゃあ引き続き頑張りますか。ということで間もなく高速道路に乗ります。よし、これでいろいろ稼げるぞ。おー、ETC 楽ちん。今まで一般で入ってたからめちゃくちゃ楽ですね。このスパチャの作業がないから。ちなみに今の距離数は 44.4 キロです。444だ。ちょっと縁起悪い。なのでだいたい2200円使えるんですけど、さっきマック買ったのでマイナス580円していくらだ。ちょっと後でゆっくり計算します。そっちに頭を使ったら運転集中できない。いや、これ結構面白いな。みんなもぜひ長距離ドライブとかするときにやってみてほしいです。意外と走っても使えそうで使えないよ。意外と厳しいです。この間ファンの方からもらったお手紙を読んでいたら、ゆうかちゃん K1 はサブって言ってたんだけどまた愛車探しの動画見たいですっていうのを書いてあって、確かに私そういえば K1 サブって言ってたような気がするなって思って、なんかもうパパクリッパが結構気に入っちゃってもうメインだと思い込んでたんですよ。でも確かに普通にスポーツカーとかをまた乗ってみたいし、愛車探ししてみようかな。でもなんか愛車探しって言ったらパパクリッパに申し訳ない気もしちゃうけど、あ、ちなみにファンレターとかプレゼントの送り先ができたんですよ。ちょっとここの下に住所を書いておきます。こちらに送っていただけると私が受け取れます。ようやくできました。3年越しに。イエーイ。ぜひお待ちしてます。ごめんね、ノールックでめちゃくちゃ待ってるからね。あれから車を2時間ぐらい走らせて足柄サービスエリアまでやってきました。結構走りましたね。
今の走行距離が177キロなんですけど、お金も歩数も結構溜まってきました。なのでここで一旦トイレ休憩を挟みたいと思います。私トイレ行かないんですけどね。ちょっと中見てみたり、ちょっと気分転換してこようかなと思います。よし、それじゃあ久しぶりに外に出よう。せーの、1歩2歩、やばい3歩、やばい、結構大股で歩いてるんだけど、もう30分も行ってる。やばい。わー、見て、浜松餃子とか売られてるよ。めっちゃ美味しそう。でも言い忘れてたんですけど、この企画はガソリン代もちゃんと含まれています。なので意外とお金がないというか、結構お金使っちゃうんですよね。大富豪ってほどではないです。やばい、遠い。車に戻ってきました。足柄サービスエリアで歩いた歩数はじゃん、700歩でした。めっちゃ歩いちゃった。嘘。1700歩って結構あるかなって思ったんですけど、一瞬でめっちゃ使っちゃいますね。もっと車を近くに止めればよかったな。ちなみに今貯まった金額は8850円なんですけど、さっきマックで580円使っちゃったので残り8270円です。でもこの後ガソリンを入れなきゃいけなくて、ちょっとね4000円くらい飛びそうです。ということでちょっと気を取り直していきますか。頑張ろう。疲れた。なんとか海老名サービスエリアまで到着しました。これ走るとお金とか歩数はたまるんですけど、体力は減っていきますね。ちなみに今は229キロ走りました。めっちゃ走ったな。計算してみたら使える金額が残り1870円です。お金は結構余裕あるんですけど、歩数が残りあんまりないんですよね。だからここで歩数を節約するために海老名サービスエリアには寄らずにガソリンだけ入れていきたいと思います。しょうがないか。1、2、3、4、5。意外と3000分でも結構入るな。16リットル入りました。よし、ガソリン代3000分入れたら結構満タンぐらいになりました。メモリが10個ぐらいあるんですけど9まで入りました。これでだいぶ走れそう。次はそろそろ高速道路を降りようかな。高速はすごい距離数を稼げるんですけど、やっぱね高速代が高いからちょっと怖いね。そろそろ降りないと首都高に乗っちゃうので、この辺で降りておきます。いや、ここまででも結構な金額いってそうだな。怖い。 ETC だからあんま使ってる感覚もなく引かれていくから罠ですね。これ高速乗って結構楽に距離を稼げたんですけど、降りたら赤字になってるとかないよね。こっちの方が高くつくのかな。降りてからのお楽しみですね。それじゃあ高速道路を出たいと思います。3820円。まあ赤字ではないんじゃない？多分ちょっと後でゆっくり計算します。マイバスケット鶴ヶ峰駅北店にやってきました。ちょっと小さめのスーパーで探してたらここが検索に引っかかったんですけど、小さいスーパーだから駐車場がなかったんですよ。なので今コインパーキングに車を止めています。想定外の出費。ここが15分100円なので急いでかつ大股でスーパーに行っていきたいと思います。
スーパーで食材をいろいろ買って、今は車中泊ができる公園の駐車場までやってきました。この後はお父さんにもらった野菜でお料理をしていきたいと思います。ということで後ろに移動したいんですけど、もう歩数が結構やばくて一歩も無駄にしたくないから、車の中から後ろに行きたいと思います。ちょっと待ってよ、準備するか。こっちから後ろに行く方法は、まず助手席を前にして、よいしょ、よし、よいしょ、上にカチッてはめたら後ろに行ける。よいしょ、外に行かずに後ろに来れた。よし、それじゃあまず電気からつけていきましょう。まず電源をオンにして、あとは寒いので暖房も入れちゃいましょう。よしよし、これで暖房も入りました。時間が経ったら温まるはず。それじゃあお料理を始めたいと思います。今日のメインは野菜ですね。ほうれん草とレタスと玉ねぎを使っていきます。あ、そうそう、さっきスーパーでお水を買ったんですよ。マイバスケットに行ったんですけど、お水が1本69円でした。めっちゃ安くない？今水をセットできたので、まずは野菜を洗っていきます。この野菜たちを使って何を作ることにしたでしょうか？当ててみてください。よし、正解は、まずはスープを作っていきます。私スープ大好きなんですよ。自炊はしないけど、スープは3ヶ月に1回ぐらいは作るんですよね。玉ねぎってどこまで剥いたらいいんだ？こんぐらい？じゃん、うちの畑で採れた玉ねぎ。さっきスーパーでお買い物した時の合計金額が1020円ぐらいになったんですよ。この野菜たちがあったから結構安く収まりました。本当に感謝。さっきお父さんに LINE で今日は野菜ありがとうって送ったら、お礼にできることはそれぐらいしかないからまたいつでも言えよって言ってくれて優しかった。このパパクリッパでお父さんもともと野菜をね、いろんなとこに運んでたりとかしてたんですよ。だから今パパクリッパは私の付き添いやってるんだけど、前職は野菜運びだったんですよね。この野菜たちを見てパパクリッパも懐かしんでるかもしれない。お料理が完成しました。それじゃあいただきます。パパクリッパでパパ野菜スープ。おいしい。いや、すごい体にいい味がする。毎日これ試したら健康になりそうだな。ステーキの味はどうかな？全然500円とは思えない味。めちゃくちゃ美味しい。24時間車生活って結構時間との戦いになるのかなって思ったんですけど、ここ寝れちゃうし全然いけちゃいそうだな。お金なくても全然楽しめるし、私結構向いてるかもしれない。あ、いいこと考えた。キッチンカーをまず買います。で、屋根裏部屋的なものを作ります。そこで寝泊まりしつつ、実家に帰ってお父さんに野菜をもらいに行けば自給自足生活できるな。そこでスープを販売すればいいのか。具なしだったら815円で、具ありだったら1815円かな。ちょっと高め。私の生活がかかってますからね。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。お父さんありがとう。ということで、そろそろ寝所を作りたいと思います。でもこの格好でゴロンしたらあんまり気持ちよくないな。一回着替えよう。せーの。
じゃん、今日ももちろんゴロンです。よし、これでベッドを作っていこうかな。よいしょ。まずはいつも通りこれを伸ばして、やばい、狭いな吸盤。よいしょ。できた。これでもう寝る場所が作れました。パパクリッパやっぱり便利すぎるな。あ、そうだ、寝る前に今日はお風呂に行けなかったのでボディシートで洗車していきます。本当はお風呂にも行きたかったんですけどね、また歩数とかいろいろお金もかかっちゃうし、こっちの方がいいかなって思って今日はボディシートの日です。あ、冬だとひんやりするな。よし、これで歩数とお金は明日に取っておいた。明日も楽しむぞ。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。今日の朝は寝ていたら朝すごい楽しそうなキャンピングカーが横に来て、家族でわちゃわちゃ楽しみ始めて、ちょっと悲しくなって逃げるように駐車場を出発しました。今からアクアラインに乗ってちょっととあるところに向かおうと思うんですよね。この辺よく走る人はどこ行くかもう察しがついてるかもしれないんですけど、今からちょっと海ほたるに行ってこようかなって思ってます。今の走行距離数が270キロなんですけど、今ね、あと使えるお金がさっき計算してみたら残り5000円ぐらいでした。だからお金はちょっとあるんですけど歩数が全然ないんですよね。確か海ほたるの駐車場って結構歩いた気がする。だから外に出れるかどうかですね。やばい、アクアライン別料金だ。予算が飛行機だ、めっちゃ低い。そっか、羽田空港近いのかここ。海ほたるに到着しました。できるだけ近い駐車場を選んで止めたんですけど、無理そうだったら引き返したいと思います。一旦降りてきます。さっきねちらっと海が見えたんですけど、景色もめちゃくちゃ綺麗なの。見せたいけど歩数を無駄遣いしそうで、見せれたら見せます。見て見て、海めっちゃ綺麗じゃない？すごい。海ほたるから帰ってきました。じゃん、315歩で行きました。すごくない？意外と歩数使わなくてよかった。無事に朝ごはんもゲットできました。でも朝ごはんは美味しそうなものが多すぎてちょっと誘惑に負けちゃって、じゃん、サバカツを買っちゃいました。サバカツと牛乳ということでいただきます。おー、見て、結構でかい。うまそう。まだあったかくてめちゃくちゃ美味しい。ここの後ろ実は海が見えてるんですよ。ちょっと逆光でここでは見えてないんですけど、めっちゃ綺麗なんだよね。見えるかな？そう、こんな感じで海が見えてます。すごくない？ちょっと私が入っちゃうと私が輝きすぎて見えてないんだけどね。朝さ、結構時間があったからスイッチやってたんだよね。桃鉄やってたんですけど、10年でやってたら意外と時間があっという間に過ぎて2時間ぐらいずっとやってました。最近桃鉄やり始めて思ったんですけど、めっちゃ私みたいじゃないですか。
急に北海道行ったかと思ったら静岡行ったりあちこち飛びまくってて、なんか私リアル桃鉄してるなって思いました。あ、そうそう、デザート買ったんだよね。じゃん、マヨネーズ飲みながらスイッチでもやろうかな。これ車生活って言ってもこういう風に遊ぶものがあったりとか寝るところがあってキッチンがあったりすると全然苦じゃないな。普通に過ごせちゃうな。もっとお金とか歩数とか条件厳しくした方が良かったのかな。全然ド M ってわけじゃないんですけどね。もうちょっと厳しくしてもよかったかもな。よし、この辺にしとくか。それじゃあそろそろ私も次の目的地に行きたいと思います。次の目的地はてて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 ん、南房総。残り多分50マスぐらいあるけど頑張ります。今はアクアラインを降りて木更津の方までやってきました。結構進んだなんですけど、今の時間が14時47分です。目的地の南房総まではたどり着かなそう。逆に24時間生活なのに時間が足りなかった。今ね335キロ走ってます。めちゃくちゃ走ったな。この辺の景色はすごいのどかで24時間生活最後の締めにちょうどいいところですね。55分からスタートしたからあと7分。今回24時間生活やってみて結構ドライブがすごい楽しかったから、次24時間ドライブ企画とかやっても楽しそうだな。さすがに危ないか。次もしこの企画が好評でまたやるとしたら走行距離かける10円とかでやってみたいな。予算下げたらもっときつくなりそうだよね。お、14時54分終了まであと1分なんだけどさ、この辺山道で全然車止めれる場所がなさそう。24時間経っても運転続けなきゃいけないかもしれない。止まれるとこまでとりあえずドライブします。やっと止まれた。24時間やりきりました。イエーイ。今の時間は14時59分。長かったようであっという間だったようで、いやでもやっぱり昨日掛川にいたって考えたら結構長かったな。移動もたくさんしました。腰が痛い。ちょっと待って、一旦24時間終わったから一回車から降りさせて。よいしょ。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。この企画が好評だったら第2弾もやろうかなって考えてます。それじゃあバイバーイ。最近桃鉄をやり始めて思ったんですけど、めっちゃ私みたいじゃないですか。急に北海道行ったかと思ったら次は福岡行ったり、それはないか、東と西で分かれてるから。見てください、私の母校掛川東高校。せっかく掛川にいるから来てみました。今日は平日だからみんないるはずだよね。そう、ここの駐輪場に自転車止めてたんだよね。懐かしい。さすがに不法侵入疑われちゃうからここで U ターンして戻ります。お父さん今日お家にいるかな。ちょっと電話かけてみようかな。いや、いなかったらさすがに泥棒はちょっとかわいそうだな。やばい、予算のこと考えてたら顔が真っ青になってきた。